おばさんおはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、前回赤松と錦松と、ちょっと葉を少し長くした方が、いいというようなやつを先にちょっとやらせていただいたんですが、今日は黒松ですね。で、前回もお話ししたように、最近は葉を短くこうしたいっていう、希望の方が、増えてるというか多いというかですね、葉が短いのを好むっていう方が多いんですけど、で、一番葉を短くするために一番手っ取り早いやり方っていうのは、その芽を切る時期を、なるべくずらしてあげるという話をこの間もちょっとしたんですけど、一番葉を短くして、あとあまり遅いところではできらないという場合がありますので、その辺を考えると7月の10日前後、遅くても15日、7月の半ばですねまでには終わらせた方がいいわけですけど、で、例えば数を持ってらっしゃる方なんかはですね、なかなかその、決まった日に全部やるっていうのがちょっと難しいでしょうから、そういう方のために葉を、今の時期切っても葉を短くすることがある程度こう操作できる、そういう方法を今日はちょっとご説明していきたいと。単葉法っていうのかな。単葉法。はい。短い葉っぱですね、にするための、やり方というのをちょっとご説明していきたいと思ってます。はい。はい、で、これは三河の黒松ですね。で、見た目はちょっとあまり大きくはないんですけど、結構木自体は古いんですけどね。で、これをちょっとやっていきたいと思うんですけど、やり方としては通常の、芽切りと何ら変わりはないんですが、葉を短くするためにじゃあ、どこをいじるかっていうとですね、ちょっと分かりますかね。これが今年出た新芽ですね。で、その下の方にこう残ってるのが、去年の葉っぱ、要は古葉ですね。で、この古葉、簡単に言ったらこの古葉の本数を減らすというやり方なんですけども、去年の葉っぱがたくさん残ってるところほど勢いが良くなりますので、養分がたくさん集中しますので、そういう葉っぱをこうちょっと数を減らしてやろうというやり方ですね。ちょっと分かりやすい見本を一つ、こんな感じで、これちょっと今取ってきたんですけど、この中からこう出てるやつですね。これが今年出た新芽ですね。これを芽を切っていくわけなんですけど、で、要は葉を短くするためには2番目の葉をあまり長くしないようにするために古葉の本数を減らすというのを言いましたけど、通常は今年の芽自体をパツンとこう切るわけなんですけど、でこのままでも全然構わないんですけどね。で、ここの切った切り口の周りから新しい芽が2、3週間すると2つ3つ出てくるわけなんですけど、でその時に葉を短く2番目のやつが長くならないようにするためにどうやってやるかっていうとですね、切るのは一緒です。いいですか。はい、パツンと切るんですけど、その後ですね、言ったら要はこの下の方から順に抜いていくような感じですね、葉っぱを。ハサミでもちろんこれは切ってもいいんですけど、順々にこう抜いていくんです。下の方から順々にこう抜いていきます。このぐらいとかですね。これがもっと勢いがいいんだったら、極端なこと言うとこのぐらい。ずいぶん少ないじゃないですか。少ないですよ。
その代わりこの切った周りから新しいのがポチポチ出ますので、でこれをやっとくと、刃が2番目のやつがあまり長くならないというご説明今しましたけど、もう一ついい点があってですね、秋には暮れぐらいに11月から12月ぐらいに今度は古葉を抜くという作業があるんですけど、その時にこれだけでいいわけですね、抜くのが。これだけポチポチっと、今は芽出てないですからもう坊主になりましたけど、こういうふうに残ったやつを今みたいにピンセットで抜かなくてもハサミで切ってもいいんです。葉っぱをですね、下の方から順々に切ってあげて、こういうふうな形で残してもいいです。それぐらいでいいってことですか？全然大丈夫です。要は勢いのいい芽のところですね。あまり勢いが良くない場合はこういうのをする必要はないんですけど、どうしても今の時点で芽の長さに差があるやつっていうのは、どうしても勢いのいいとこっていうのは2番目に出てくるやつもやっぱり勢いがいいですから、だから秋にもう芽が成長し終わった時に随分差が出るわけですね。で差が出るだけではなくて、やっぱどうしても葉が長くなりますので、それを少しでも抑制しようというためのやり方ですね。で、秋に古葉を抜く本数も減って多少なりとも楽にはなると。当然芽切りをした後ちょっと古葉が数が少ないですから、ちょっと数が少ないというのでボリュームがなくなりますからね、見た目にちょっと不細工というわけじゃないですけど、ちょっと貧弱と言ったらかわいそうですけど、ちょっとねあんまり葉っぱがない状態だと見た目もあんまりかっこよくないかもしれないですけど、葉を長くしないで育てようと思ったらそのやり方をするのが一番手っ取り早いですね。もちろん7月に入ってからやるというやり方で全然大丈夫なんですよ。ただ、うちみたいなところでもそうですけど、数があるところはどうしてもですね、その1日2日でその何十本もはできないでしょうから、数がある人、あとどうしてももう芽が伸びてて7月まで我慢できないと、結構いらっしゃるんですよ。もう我慢できんちゅう方結構いらっしゃるんですけど、そういう方のためにはいいですかね。で、今ちょうど梅雨時で梅雨に入りましたからね、外にどっか出かけていくこともあんまりお天気が良くないのでですね、で家でのんびりちょっと松の手入れでもしようかという場合にはいいんじゃなかろうかなと思いますけどね。一本一本丁寧に芽を切ってあげて、で勢いのいいところはちょっと葉を抜いて数を減らしてあげてですね、こういうちょっと取り残しがあるとですね、これがぐーんと伸びていきますので、なるべく取り残しがないように取ってあげた方がいいですね。
この目切りをするときによくここをこう持ってされる方がいらっしゃるんですね。もちろんこれでも悪くはないんですけど、刃がまだ柔らかいですからね、こうやって抜けてしまうんですよ。で抜けても悪くはないんですけど、どんどんやりづらくなっていきますので、まあもしあれだったら最初はちょっとチクチクしてやりづらいかもしれないですけど、まあ下の方からこう手入れてもらってですね、でまあ目を一個一個こう支えてもらって、で切ってあげると切りやすいかとは思いますけど。これ今年出たの全部切るんですよね。全部切ります。まあ風呂場がないと切れないんですけど、まあ例えば虫にやられて食害で風呂場が全部ないとか、そういう場合はですね、まあ目切りはもうちょっと今年はお休みというようなこともあるんですけど、あとはまあ病気ですね。歯ふるいなんか入ってると歯が全部なくなってしまいますので、風呂場が残ってないとちょっと目切りができないですね。目を風呂場が残ってないのに目を切ってしまうと2番目の目が出ないということになってしまいますので、もうこれからどんどん続々と目切りの依頼もあるもんですから、もうそこへんに並んでるのもですね。あれお客さんのなんです。そうですそうです。毎年持って見えるんですけどね。先週来た分はもう全部切ってお戻ししましたけど。
これ今やってるのはあれですよね、最初説明したやつですよね。単葉放置ですね。すっきりしました。